こんにちは、クレヨンです。今回の旅は中央自動車道からスタートします。諏訪湖サービスエリアに到着しました。こちらに立ち寄って朝食を食べていきましょう。今日は雲が多めの空模様なので、日差しが柔らかくて過ごしやすい気候です。諏訪湖サービスエリアは長野県にあるので、ここまで来て選ぶメニューはやっぱりこれ。信州そばは外せませんよね。美味しそうなお蕎麦が出てきました。諏訪湖を見ながらいただきましょう。いただきます。見た目もツヤツヤで綺麗ですね。つるりと喉越しの良いお蕎麦です。朝には軽くいただけるお蕎麦がぴったりですね。ごちそうさまでした。それでは諏訪湖サービスエリアを出発します。松本インターチェンジで高速を降りました。この先、北アルプスの山並みを越えて進みます。道中には素晴らしい景色が次々と現れます。前方のトンネルを抜けた先には絶景の観光地上高地がありますが、マイカーは乗り入れ禁止になっています。菅沼合掌造り集落に到着しました。ここ菅沼合掌造り集落は世界文化遺産です。白川郷五箇山の合掌造り集落とは、飛騨と越中にまたがる合掌造り集落で、1995年12月にユネスコの世界文化遺産に登録されました。集落内は軽く散策するのにちょうど良い広さです。まずは神社にご挨拶を。木々の間にこじんまりとした神社が建っています。そろそろお腹も空いてきたので、何か所かある食事処のうち、営業中の札が出ているところを見つけて入店します。こちらのお店、よはちさんに入りました。名物の五箇山豆腐がついたよはちざるそばを注文します。五箇山豆腐とは、水分が少なく、縄で縛っても崩れないほど硬いのが特徴で、豪雪地帯ならではの保存食として受け継がれてきました。いただきます。香り豊かなそばは、つるりと喉を通って実に美味しいです。五箇山豆腐は本当に硬く、ずっしりとしています。大豆の旨味がぎゅっと詰まった豆腐を堪能できました。ごちそうさまでした。
軽い昼食を終えて、再び集落を散策します。のどかな風景が心地よいですね。敷地内には五箇山民族館と伝承の館の2つの施設があり、集落の歴史と文化を深く知ることができます。こちらではかやぶき屋根の補修が行われているようです。隣を流れる庄川に架かる菅沼橋を渡ると、対岸から集落全体を眺められます。橋の横には川を渡るためのカゴのような装置が、かつて利用されていたカゴの渡しを再現したものだそうです。集落を一巡りしたらお土産店へ寄ります。お土産と五平餅を購入しました。車に戻り、涼みながらいただきます。いただきます。香ばしい餅に甘じょっぱい味噌がよく合います。味噌に混ざったくるみも良いアクセントになっています。ごちそうさまでした。最後に駐車場脇のビュースポットへ移動しました。そこからは集落を一望でき、穏やかな景色に心が和みます。ここから一気に日本海側へ抜け、千里浜渚ドライブウェイを目指します。道中、濃い霧が立ち込め、視界が真っ白に、目的地の天気が心配でしたが、どうにか持ちこたえてくれました。千里浜渚ドライブウェイに到着しました。千里浜渚ドライブウェイとは、石川県羽咋郡宝達清水町今浜から羽咋市千里浜町まで続く約8キロの砂浜で、一般車でも波打ち際を走れる日本唯一のドライブウェイです。上空には雲が広がっていますが、水平線付近には光が差し込んでいます。このままなら海に沈む夕日が見られるでしょうか。
しばらく砂浜のドライブを楽しんでいると、いつの間にか美しい夕日が顔を出しました。感動的な夕焼けを楽しんだ後は、お勤め品でお得に買えたお寿司で晩酌をしながら、この日の旅を締めくくります。いただきます。最近はスーパーのお寿司もすごく充実しています。漁場が近い地域だとさらに新鮮で、思わず顔がほころぶ美味しさです。手頃な値段でこんなに美味しいお寿司が楽しめるなんて、本当に嬉しいですね。さらに、お勤め品だったプリンアラモドも。こちらもペロリと平らげました。こうして、北陸旅の初日が無事に終わりました。